いう感じで楽しみ。楽しみ。じゃあ頑張ってください。おはようございます。おはようなの？こんばんは。ということで、今日は、ベイビーすごい髪の毛こうやってヘアセットして、すごい可愛い。からね、さっきね、フラワーショップ行ってきたんだけれども、ベイビーね、マダムにすんごい可愛いヘアってね、褒められたね。ね。で、後ろにね、あるんだけど、あそこにフラワーを買っております。ということで、ベイビー、本日は、友達のハッピーバースデーっていう感じで、今日友達の誕生日を、ちょっとサプライズで祝おうとしたんだけれども、すんごい大雨がね、いきなり、それで今に、車の中に、ちょっと封印されたスタック。そう。だから、YouTube 始めた。ね。です。ね。なので、ベイビー今日かわいい。なんか、久しぶりに T シャツ着てるよね。そう、T シャツ久しぶりに着て。久しぶりのウォッチ、これベイビーがね、インスタグラムで何万人って言った時に、ベイビーが、くれたやつだよね。うん。ありがとう。何万人もう覚えてない、まず。何万人だっけ ?2 万人かな。2万人かな。うん。今日はとりあえず誕生日パーティーっていうことで、全然パーティーじゃなくって、普通にその人が、私たちを呼んでくれたんだけど、そう優しいよね、その彼の誕生日の3日前だから、なので私たちちょっとサプライズでね、お花を用意して、プレゼントちょっと用意して、行こうかなって思ったら、この雨で、すいません、遅れます、みたいな。うん、ね、でいるんだよね。そう。ジュンとクリスです。です。ベイビー、この友達ってどういう友達なんだっけ？近くに住んでる人。そう、近くに住んでる人で、なんで近くに住んでるわかんないよ。いや、ごめん。なんで知り合ったの？結構会うじゃない外で。違う全然違う。たまにどこかで会うじゃないスーパーとか、いろんなところ。だけど、インスタで見つけて、すごい言いづらそうだから私がね、インスタグラム系列で会ったっていうことで、いきなりね、DM が入ってインスタのメッセージに、あれ近くに住んでいる人かなみたいな感じで言われたんだよね。で、それで、どこみたいな話になって、それから話して、で、そしたら、もともと知ってた人だよね。そう。あの人だみたいな、近くに住んでる。Oh my god! だから私たちもなんかさ、これはちゃんとメッセージしないと、これからさ、会うとき大変じゃん？怒るじゃん怒らないけど、だからちゃんと丁寧にやって、で、一緒にね、そういうことになって、リアルで会って友達になったっていう友達だよね。そう。で、私たちは同じで同性カップルなんだけどね。ね、その一人がよくね、家ですごく料理するからね。で、しかもフレンチ料理をすっごいね、するんだって。で、美味しいらしいのね。その彼氏曰く。その彼氏は私と一緒で全然作らないらしいのね。もう仕事だけして、お金を持ってくるとかって言ってたよね。言ってたんだけど、本当かどうかはちょっとわからないよ。両方ちゃんとお仕事してる人たちです。なんだけど、すんごい美味しいんだって。で、いろいろ写真見たらなんかバラエティすごくって、フランスの料理をバーンってやって、ケーキとかデザートまでしっかりとね、作るんだよね。もう全然簡単に作れるんだけど、そう。もう本当にフランスの料理の中でもう何でも作れますみたいで。びっくりして。だからフレンチ食べたいって言われたんだけど、私はそこ、フレンチだとちょっと太りやすいかなって言って、バターとかいっぱい使うでしょとかいろんなもの入れるでしょって言ったら、何言ってるのジュン。たくさん使うけど、あれってバター僕ね、こんぐらいしか使わないんだよって言ったの。こんぐらいちっちゃい。本当に。それであんなに濃くなるものなのみたいな感じで。濃いバターかもね。ベイビーはよくわからないね、ケチのところ。そうだね、料理全然わかんないので、すいませんでした。私はフランス料理を少しバカにしてました。すいませんでございますって感じだね。ベイビーは甘えん坊。甘えん坊？甘えん坊。いきなり甘えん坊って言って。料理何も分かってない。食べるだけ。でも、フランスの料理って結構太るじゃない？
でも可愛いからしょうがない。まあ食べてもっと。太るよね。フランスの料理太るんだけど、フランス人ね、結構動いてるから太らない。そういうのじゃなくて、動かなかったら太るでしょ。太る。で、イタリアだったら動かなかったら太らない。あんまり太らなさそうだよね。なんかそんなにこイタリア太らない、う、ごってりしないじゃん。うん。だけど、よく聞いたら、だからバターがこんぐらいだから、じゃあ今日ちょっと食べてみてっていう感じだよね。今日ちょっと食べたら太ります。っていう感じで楽しみ、楽し今から行ってきまーす。楽しみよイェーイ Thank you. Very good. Wow. You like Emmanuel Macron. you like politics. We ask us what we think about. Yeah. Bravo. Merci. It was very... So he did libération myofasciale. Violence, that snake. Appétit. That's Very good. ベビーどうだった？ベイビー可愛いよね。さ、どう？想像通りだったフランスの料理。想像通りだった。想像通りだった？私想像通りじゃなかった。想像通りわかんない、まず意味。だから想像してた通りの料理だった？もうちょっとレベルアップした。私も。なんかね、まず家で作れるの、そういう、そこまでやって信じられないぐらいよね。まずね、みんなね、お家に入ったら埃一つもないの。片方の人はものすごく清潔で、もう片方の人は汚いんだって。汚いって言ってたよ。言ってましたね。言ってたよね。もうね、そしたら、そう、僕は何も気にしないで、もう服そこらへんって言ってて、もう一人の人は、すっごいよね。純子はめちゃくちゃすごいと思ってたんだけど、比べないぐらいね。どういうこと？私も負けないよ。じゃあ頑張ってください。いろんなものあるじゃない？置いてあるんじゃない？でも、なんかすごい綺麗と思ってる。フランス人ってとりあえず汚いで有名なのね、世界で。なのにもかかわらず、こんなに綺麗なフランス人がいるんだ、みたいな。いる。すごいびっくり。一回ね、ブロワ住んでた時に、パーキングで働いてた人覚えてる？フランスのずっと昔に私たちがね、結婚した場所のブロワって町で、駐車場で働いてたフランスの方がいるんですけど、その方ってね、ずっとスプレーとナプキンを持って何かずっと持ってて、ずっとなんか掃除してるイメージなの、私たちの中で。で、あの人はすごく綺麗好きだね。めっちゃくちゃもう綺麗好きと、フランス人としてびっくりしたよね。それ初めて会った。なんかフランス人すごい綺麗なにしてる人。まあそんな感じのもう一人の人なんだけど、その人がフランス料理をね作ってくれてて、そう想像通りじゃなかった。じゃなかった。どこが？普通なんかここを作ってるものは結構簡単に作れるんじゃない？ちょっとイタリアっぽいだけどね。でも昨日食べたフランス料理はめっちゃくちゃもう大変そうだったらね、時間かかりそうし。最初言ったけどバター 30g しか使ってないんだって。ブルギニョンっていうの？ブルギニョンすごいシチューみたいな。ねえ。そうビーフステューみたいだけど。でも食べてみたらさ、確かにそんな重くはなかった。重くはなかった。ね、重そうに見えるのにね、シチュー。でも僕ね、最初のアペタイザーびっくりしなかった。ジンジャーブレッド。フォアグラとジンジャーブレッド。フォアグラにびっくりした。びっくりしたよね。あんなに美味しいな。本当に家で食べたことない。いつもレストランでもうちょっとこのちっちゃいぐらいもらって、めちゃくちゃ楽しんで食べるじゃない？昨日いただいたものはめちゃくちゃ美味しかったです。フォアグラのムースみたいな感じだった。だからレストランの時ってフォアグラそのままバーンって出てくるんだけど、昨日はムースみたいなね。まだちゃんと話してなかった2人の間でね、タルトタタンっていうアップルパイみたいな
アップルパイとタルトタタンは違うらしいの。生地が上にあるか下にあるかの違いって言ってた。タルトタタンは、下にあるもの。そうなの？アップルパイは、まあ、アップル上にあるよね。違う。タルトってタルトタタンって、タルトはいつも下あるじゃない？リンゴは上に。みんなわかる？タルトタタン。アップルパイだったら、もう混ぜてるじゃない？ちょっとわからない。そんなに難しくなかったって言ってね、食べたらね、死ぬほど美味しくて、なんだこの美味しいデザート家で作れるのみたいな感じだったんだけど、死んじゃうほど嬉しくて、美味しくて、びっくりして、どれぐらい、どうやって作ったのって言ったら、1時間半ぐらい、まずこちら側オープンでして、で、もう一度1時間半ぐらいこうやって、で、あと1時間ぐらい何とかしてって言って、トータルで3時間以上オーブンやってるじゃん。なのに全然さ、全然すぐに作れちゃったよなんて。全然大丈夫。リンゴは3キロで、みたい。みたいな。そんなに頑張ったことない僕。だから、本当。すごいありがたいよね。めっちゃくちゃ美味しかった。タルトタタンは、僕はあんまり好きじゃないんだけど、タルトタタン出ますって聞いたら、しょうがないと思って食べたら、めちゃくちゃもう初めてそんなに美味しかった。ね、フランス人のバースデーパーティーにはルールがあります。ルールっていうかみんながやってることなんだけど、知ってた？聞いたでしょ？みんな楽しんで食べます。違う。僕はね、誕生日の日に思い出しました。何？どうぞ。今止めたじゃん。誕生日の時にクッキー作る。誰が？バースデーボーイ。そう。当事者が。要するに、当事者が。誕生日の日っていうのはフランスではね、自分が何か作ったり、自分が何かをしてホームパーティーとかお家に呼んで周りの人たちを自分でパーティーをする。そういうことをするのがフランスのなんかね、私ね思い出したよ昔ね、フランス住んでたじゃん。確かにみんなね、誕生日の人がの家に行って、誕生日の人が全部ね、みんなをね、こう、賄うの。プレゼントは？プレゼント持ってきたかったら友達が持ってくる。そう、持ってきたかったら。嘘でしょ。ちょっと友達じゃない。これもね、本当に偏見すぎて、人によって、フランス人もちろん美しくて、綺麗で優しい人はたくさんいるんだけれども、とりあえず言うのはフランス人ってケチなんだって。だからみんなに持ってかないの。なんで入ったの？分かった？そう。よくイメージできるでしょ？ケチっていうのが。あんまりお金使いたくないね。全く使いたくないから、本当になんか友達の誕生日でもそこにいて楽しんで、で、その人たちのやつを食べて、はい帰る。特にね、パリジェンヌはね、ひどく言っているのもね、パリジェンヌが言うんだけど、パリジェンヌ自体が。そういったパーティーがあると、知らない人も行ったりするのよ。知らない人の誕生日パーティーに潜り込んでいくのね。ねえ、で、なぜかっていうと、友達みたいな知り合いみたいな人に言うじゃん、誕生日の人が。で、それで来て私の誕生日に行ったら、分かったって言って、で、当日になったら、ねえ、私の友達今日いるんだけどさ、連れてっていいかなって言って、もちろんさ、OK って言うじゃん。ノーって言わないよね。言えない。で、行くじゃん。そしたらその友達が、おめでとうって言うじゃん。それだけで、あとはもうそこにあるシャンパーニュとか、食べ物を食べて楽しむっていうのも、一つね、パリジェンヌのやり方でもあるっていう。それ嬉しい？バースデーボーイとして。人がたくさんいて嬉しいとかあるんじゃないかな。ベイビーは？私は知らない人がいると良くないかも。綺麗好きだから。そう、なんかちょっと、知らない人が来て、なんか、汚くトイレとか疲れちゃってるかな？嫌だかな？あんた誰みたいになるよね。そう。とりあえずなんか、フランスではね、ホームパーティーって文化があるので、外であんまりなんかレストランでやるっていうよりも、なんか家の中でこう、パーティーしたりとかする。だから私の場合は多分もしかしてホームパーティーじゃなくて、潔癖症みたいな感じだから、外のレストランの方がいいかも。じゃあそうすると、知らない人来ないし。そうだね。
そう。そうだね。来なくなっちゃうね。たくさんの人が。私も来ないかもしれないね。あなたのパーティーだと、もう何もシャンパンとかないから、無料で。だから、私は行かないかも、どっかのレストランだったら。でも、お家でフォンパーティーやるんだったら行くわ、みたいな感じになるよね。やめて、例えば、レストランで、最初のドリンクは、あげますみたいってなって、そのぐらいのルール作ったらいいんじゃない？何それ。ていうかさ、そういう人と友達になるっていうのもどうかと思うよね。めちゃくちゃ悲しいね。悲しい。だったらね。もうずっと貧しい人生を生きるしかないわよ。やめましょう。やめましょそれとまた。う。やめましょう。嫌です。そう、でも考えたら、リトアニアも、誕生日の時に、自分で用意する。ああ、そうなの。なんかね、ずっと日本にいたじゃない僕。だから、子供の時に。まあ、10年ほどいました。いました。だからもう頭の中も、中も日本人ってなってるから、日本人の文化の方がしてます。っていう感じみたいですね。そう、だけど、リトアニア子供の時に、用意しないといけないことは覚えてますね。用意したらもう子供たちが来てもらってセレブレーションする。だけどみんなプレゼント持ってこないといけない。それはもうルール。そしたらフランスはないよそれ。なんかプレゼントないと恥ずかしい。もう恥ずかしすぎて来ない。そっか。そんな感じでちょっとね日本と文化の違いとかってあるからそういうところでちょっとね面白いと思うんだけど。何こしょこしょってんの？ベイビーもう可愛すぎてしょうがない。はい、この動画がいいなと思いましたらぜひグッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回にお会いしましょう。せーの、アチュー。